今回紹介するのはフランスアルザス地方サンルイ市にあるバーゼル・ミュールーズ空港という空港です。ユーロエアポートの愛称がついているこの空港は、ターミナル内にスイスとフランスの国境が存在する世界でも極めて珍しい空港です。 LCC 大手 EasyJet のスイス部門がハブ空港としているほか、スイスインターナショナルエアラインズの本社が位置しているなど、地図上では完全にフランスの空港に見えながらもスイスの主要空港としての役割を果たしているという非常に興味深い空港です。ユーロエアポートに到着すると、預け入れ荷物の受け取り後、税関窓口が2カ所設置されており、一方がスイス、もう一方がフランスのものとなっています。乗客はどちらの窓口を通過するか選択することができ、それぞれ別の関税規則が適用されます。スイスとフランスは国境検査なしに人が往来できるシェンゲン協定に加盟しているため、出入国審査については現在は両国で共通のものとなっていますが、2009年にスイスがシェンゲン協定に参加するまでは、ユーロエアポートでは出入国審査もそれぞれの窓口が設置されていたようです。シェンゲン協定により人の往来が自由になった現在も、依然として空港内の国境は明確に存在しており、このようにターミナルの南北は柵で分断されています。私が今いるのが北側のフランスセクターで、向こうが南側のスイスセクターです。ただ完全に往来できないわけではなく、ターミナル3階のこちらの幅3メートルほどの通路が空港内で唯一両セクター間を往来できる手段として設けられています。ユーロエアポートの歴史は意外にもかなり長く、当初からスイスとフランスが共同運営する空港として1946年5月に開港しました。当時は2カ国が空港を共同運営するための法整備も整わない中での開港で、さらに2ヶ月という驚異的な建設期間の短さであったため、建設プロジェクトはブロッツハイムの奇跡と呼ばれたそうです。こんなに開港が急がれたのは、当時チューリッヒやジュネーブといったスイスの主要空港では大規模な拡張計画が進行していたのに対し、バーゼルでは市内東部のライン川沿いに仮設の小さな空港があるのみで、このままでは国際航空の競争力を失うという焦りがあったからのようです。しかもそのバーゼルの仮設空港は、初めから将来は土地を港と発電所に転用すると決まっていた次元的な空港で、早期の立ち退きを迫られていたという背景もあったようです。3年後の1949年に、バーゼル・ミュールーズ空港の建設と運営に関する条約が締結され法整備が整い、ここで正式に世界で初めての2国間共同運営空港が誕生しました。当初は空港内にスイスセクターはなく、利用者から見れば完全にフランス国内の空港という感じでしたが、1952年に空港とバーゼル市とを結ぶ専用道路を含むスイスセクターが設置されると、乗客はスイス領内と空港をフランス領に入ることなく行き来できるようになり、利便性が大幅に向上しました。今私が走っているのが空港とバーゼル市を結ぶ専用道路になります。この道路は現在も周辺のフランスの道路とは一切交わることなくバーゼル市まで直通しています。ターミナル内には両セクター間を往来できる通路があったし、この道路のセクター間の分離はこんなに厳格にする必要はあるのかと思う方もいるかもしれませんが、それは乗客視点の目線で、ユーロエアポートには貨物としていろいろな国から大量の輸入品が到着し、それらがフランスまたはスイスの関税を適用され、それぞれの国にトラックで運ばれるということを考えると、空港とバーゼル市の直通道路がフランスセクターと一切接していないということは、ユーロエアポートでスイスの税関を機能させる上で非常に重要な要件だということがわかるかと思います。まあ、ユーロエアポートとは関係ない普通のフランス、スイス国境では税関の検問がない場所も多いので、専用道路からバーゼルに入った後にこっそりフランスへ輸入品を持っていくということは可能といえば可能なのかもしれませんが、フランス領土の中にスイスセクターを埋め込むという変なことをしている以上、少なくても空港からバーゼルまでの道路ではスイスセクターとしての辻褄を合わせておく必要があるということなんだと思います。と言っているうちに、こちらの交差点からスイス領内となります。
さて、ではユーロエアポートに戻ってきました。一つの空港の中に国境があるという特性上、ユーロエアポートではいくつか面白いことが起きているので紹介したいと思います。まずはスイスセクターとフランスセクターで使用できる通貨が異なるというのがあります。こちらはスイスセクターの売店ですが、エビアン 500ml が 3.75 スイスフランで売られています。一方、さっきの売店から30秒歩いたところにあるフランスセクターの売店では、同じくエビアン 500ml が 2.2 ユーロで売られています。通貨が異なるのも驚きだし、なんなら物価もだいぶ違いますね。2025年6月のレートで、同じ水がスイスでは676円、フランスでは371円という驚きの状況です。空港なので両替所はありますし、スイスセクターの売店で物を買う人はいるのかと思ってしまいますね。ユーロエアポートの面白い点としてもう一つ、スイスセクター発かフランスセクター発かで航空券の運賃が変わるというのがあります。これはどういうことかというと、航空券を買うときにバーゼル発で検索したときとミュールーズ発で検索したときで異なる便が表示され、運賃も異なるという仕様になっているんですよね。一部例外はあるものの、ユーロエアポートのスイスセクター発がバーゼル、フランスセクター発がミュールーズという検索で表示される仕様になっています。ユーロエアポートでは乗客の意思とは関係なく、航空会社側が便の発着先としてスイスかフランスかを選択することになっていて、バーゼル発の便は運賃がスイスフラン建てとなるほか、スイス側が定める諸税が適用されます。ミュールーズ発の場合はユーロ建てで、諸税もフランス側のものとなるということですね。航空会社は両国の条件を比較して、条件が良い方を発着地として設定するというわけです。実際にこちら、ユーロエアポートから北マケドニアのスコピエまでのフライトを検索してみると、バーゼル発では直行便はないようで、イスタンブール経由のペガサス航空便が1万8000円ほどで出てきました。次にミュールーズ発では、ウィズエアーの直行便が2万5000円で出てきました。とこのように、バーゼル発かミュールーズ発かで出てくる便が全く違うんですよね。ちなみに、バーゼル発を選んでもミュールーズ発を選んでも、当然出発空港は同じここユーロエアポートで、空港南側のスイスセクターでチェックインするか、北側のフランスセクターでチェックインするかというくらいしか、出発地の選択の違いはありません。もし関税対象のものを持ち出そうとしている場合は、どちらの国から出国するかというのも重要になってくるかもしれませんが、ほとんどの一般乗客にとってはあまり考慮しないことかと思います。というわけで、最後にユーロエアポートからの離陸で、今回の動画は終わりにしたいと思います。長さ 3900m のランウェイ15からの離陸です。ユーロエアポートには航空機の整備工場が多数存在しており、この日もサウジアラビア政府専用機を含む多くの機体が格納庫の前にいるのが見えました。あとビルの屋上が駐機場になってるの結構すごいですよね。ユーロエアポート以外ではあまり見ない光景です。こちら奥に見える川がライン川で、今見えている右側にスイス領バーゼル市が位置しています。それでは今回の動画は以上になります。
ご視聴ありがとうございました。